どうもご視聴ありがとうございます。今回ゲットしたのは ASUS さんのタフシリーズのシャア専用エディションの PC ケースです。基本的にはタフゲーミング GT301 のシャア専用ザク2のデザイン仕様になっています。基本は同じ商品かなと思います。フロントにはポチポチと穴が開いてますね。ケースのサイド3じゃなかった右サイドのシャアザクが特徴ですね。こちらはパネルを外すと裏配線に対応できるようになっています。で、ここはヘッドホンを引っ掛けて置くことができるフックが付属してるみたいですね。反対左側はガラスになっていまして、ジオン広告群のロゴがプリントされています。前面のパネルに USB ポートが2個ありますね。そして音声入力端子もあります。ケースの上部と下にはダストフィルターがありますが、こちらはマグネット式になって簡単に取り外しが可能になっています。電源を設置する場所を隔てているカバー部分には、需要広告群のロゴが書かれています。ストレージのマウンターまで赤かったので、なかなかこだわりが強い商品じゃないでしょうか。ストラップのデザインもちゃんとシャア専用ザク2バージョンになっていました。ケースの規格は ATX からマイクロ ATX、ミニ ITX まで全部対応しております。ドライブベイは 2.5 インチ、3.5 インチに対応できるものが2個、2.5 インチのみが4箇所用意されています。搭載できるケースパンは、フロントが 120mm が3個、トップは 120mm が2個、そしてリアが 120mm が1個です。
トップ以外は初めから用意されています。で、今回は同じシリーズのシャア専用のもので、2連ファンなので、ケースのトップに付けることができるようになってるんですが、非常に付けにくかったですね。もしかしたら、今までのケースの中で一番付けにくかったかもしれない。しかも、このケース結構水冷ファンとマザーとの相性が悪くて結構苦労しました。特にこのメモリのラッチの部分が水冷クーラーのファンによって隠されてしまうので、メモリを取ったり捨てたりする際に、いちいち水冷クーラーのファンを取り外しないといけないすごくめんどくさい仕様になってます。さっきも指摘したように、マザー上の CPU 用の電源のソケットも思いっきり干渉してるんで、この水冷クーラーのファンを取り外しないといけない状況がたくさん出てくるので、ちょっと扱いにくいですね。このシャア専用ザク2のシリーズはケースだけではなくて、今回使用した、マザーと水冷クーラーも同時に発売されてますので、一緒に使うことでね、かなりデザイン的にはかっこよくなるんじゃないでしょうか。今回は Ryzen 5の 5600G を載せています。マザーも水冷クーラーの方も前回までに動画を作ってますので、よければそちらを参考にしてみてください。今回マザーと水冷クーラーはケースに入れる前にじっくりとね、検証してから、今回ケースに入れましたので、自作家のお手本のような手順を踏みましたね。全体的なデザインとしては、本当に、ガンダム好きが納得できるような細かいところのデザインとかも考えられてるんじゃないでしょうか。マニュアルとか、そういったところもきちんとシャア専用のデザインで来てますからね。普通のマザーとかケースとかで考えるとちょっとだけ割高になってしまうかもしれませんが、こういった面白いデザインのパーツで構成できるのも自作 PC の醍醐味の一つなのかなと思います。特にガンダム好きにはたまらないデザインなのではないでしょうか。このシリーズはシャア専用だけではなくて、逆に連邦仕様のものも発売されているようです。連邦の方はケースめちゃくちゃ値段高いらしいですけどね。もし新しい PC ね、探しているのであれば、ガンダム好きであれば、こういうパーツで構成してあげてもいいのかなと思います。今回このケースとかも結構在庫がないみたいで売ってるところも少なくて値上がってる状態なんですけども、個人的にはこのマザーと水冷クーラーがあれば結構デザイン的には良くて、他の赤っぽいケースとかに入れても結構かっこいいんじゃないかなと思います。剥き出しで使えるようなショーケース的なデザインですね。そういうのに入れてもかっこいいんじゃないかなと思います。今回はケースを中心としたレビュー動画ですので、逆にケースだけ買ってみて中を赤っぽいデザインにしてもいいかもしれないですね。